皆さんこんにちは。はじめまして。天狗そばと申します。どうぞよろしくお願いいたします。天狗そば、このね、アバター自分で作ったんですよ。一応ね、背景も自分で作ってみました。いかがでしょうか？ざる、かけ、天ぷら、月見。で、この右にね、ちょっと今、天そばちゃんがいて見えないんですけれども、カレーっていうのがこの5つの、そばメニューをですね、引っ提げて、あの始めてみました。蕎麦屋さんですね。皆さんどうぞいらっしゃいました。このさ、天そばちゃんちょっと作ってみたんですけど、今回初めてのアバター作りということで、わからないことだらけで、もうほんと右も左もっていう感じで作ってみたんですけれども、どうでしょう？私ね、結構ね、可愛くできたな、嬉しいな、なんて思ってたんですけど、今ね、いざ使ってみると、口元のところのね、動きがちょっと、なんか気まずそうにしてますね。私はね、ははははははってこう、笑ってるんですけれども、あのなんだろうね、上唇の動きなのかな。上唇がこうめくれ上がったみたいな動きをしすぎなのかがちょっとわからないんですけど、笑い方が、笑った時の顔にならないのかな。なんかちょっと戸惑っているような顔に目がね、細くなるのはね、分かってくれるみたいなんですけれども、なかなか口元の表現がまだあれかな、皆さんにちょっと伝わりにくいかななんていうふうに思ってはいます。ちょっとね、この後フィックスしていけたらするんだけれども、多分しないかな。もう嫌だ。めちゃくちゃ苦労したからもうやりたくないかもしれません。時間がね、ある時にやるかもしれないですし、ちょっとしばらくはこれでやっていくかもしれません。頭にですね、かぶっているのが天狗ですね。こいつ一応生きているっていう設定でございます。私、天狗そばの、お友達のベストフレンドの一人、天狗さんということで頭にいつもひっついております。そしてですね、右下におりますのが、エビ天ちゃんというね、可愛らしいキャラクターで、いつもね、このお二人が私の放送を、見守っていてくれるということで、皆さんにもご紹介しておきたいなというふうに思いました。どうぞ、3人合わせてよろしくお願いいたします。今、頭深く下げてるんですけど、どうでしょうか。よろしくお願いいたします。あんまり前かがみにはなれないみたいなんですよね。右と左はね、結構ね、こういう感じで向いてるのが結構わかりますね。もうちょっとこう、私の動きに合わせて細やかに動けるようなアバターに後々していけたら嬉しいななんていうふうに思っておりますけれども、こんなねぎこちないエビ天じゃない、ごめんなさい、天そばもいいんじゃないかなというふうに思っております。天狗そばという名前なんですけれども、天そばとか天ちゃんみたいな風に呼んでいただけると嬉しいななんていうふうに思っております。そのうちね、ライブも始めていきますので、来ていただけると嬉しいなと思っています。さてさて今日は、雑談でもしていこうかなっていうふうに思っているんですけれども、何か皆さんから質問なんてね、受け付けれたら、そんな日が来たらね、嬉しいだろうななんていうふうに思っています。今はね、これライブでもありませんし、多分ライブしても一っ子一人来ないという現状だと思いますので、何か質問ありますかっていうのもね、できないと思いますので、悲しいかな。自分で、質問をご用意させていただきました。自分でと言いますか、AI に、質問100個してくれないって、なんかね、なんともね、なんとも言えない、心持ちになりましたよ。私に質問100個してくれないって。ね、友達に絶対言えませんからね、私に100個質問してってね。こんな迷惑なお願いありませんよね。そんな100個質問するって相当自分が、どうだろう、相当、興味のある相手ですもんね。だって100個の質問が来るって言ったらどうですか？ K-POP アイドルぐらいですか？それぐらいレベルが上がっていかないとなかなか100個の質問っていうのはね、飛び交わないかなっていうふうに思うんですけれども、AI であればどんなことでも相談して、お願いして OK ということなので、 AI にですね、なんとか
100個質問ご用意してくれませんか。一瞬でしたね。一瞬で用意してくれました。なのでですね、AI が用意してくれた質問100に、順番に答えていこうかななんていうふうに思っております。しばらくはね。はい。それから、これは予告といいますか、私がこのアバターを使って、そして YouTube を使ってやっていきたいことの夢というか、描いていることなんですけれども、皆さんと一緒に妄想旅行に出たいなっていうふうに思ってるんですね。出だしからいきなりなんですけれども、私引きこもりでして、思いっきり家の中で一日中過ごしている人間なんですけれども、あの旅行にね、これでも出たいなって思うことって結構あるんですよ。うん。でもね、かといってプランニングして、旅の準備をしてね、それでチケットだのホテルの予約だのして、でいざ出かけていくっていうことがね、なかなか、もちろんね、まとまったお休みとかそういうのももちろんあると思うんですけれども、皆さんにもね、いろんな事情があると思いますけど、なかなかね、旅行っていうのもね、行こうと思って行けるもんでもないですし、もちろんお金もかかりますし、ってなるとですね、最後に旅行に行ったのはいつ頃だろうなんてね、そんなちょっと悲しいことになっていることに気づきました。なので、でもね、世の中には Google っていう素晴らしいものがあるなっていうことに気づいて、Google で、そして Google ビューを使って、皆さんと一緒にバーチャルな旅行に出かけていきたいななんていうふうに思ってるんですよね。いかがでしょうか。Google ビューをね、この今蕎麦屋さんの背景になっていると思うんですけれども、この蕎麦屋さんの背景を思いっきり Google ビューとか Google マップにしまして、私が変えますんで、それで皆さんと一緒にね、行きたい都道府県県庁所在地に、どんなところでもいいんですけれども、小さな村でも森の中ちょっと無理かな、Google ビューが入っていけないのでね、でもマップだけでな俯瞰でこんなところに木があるねとかね、それぐらいだったらできると思うんですけれどもどんなところでもね、皆さんの希望のしているところに、一緒に遊びに行けたら楽しいだろうななんていうふうに思っておりますので、ぜひこの動画を見つけられた際にはですね、こんなところ行ってみたいなんてね、コメント欄に書いていただいたりしたらすごく嬉しいなというふうに思っております。今日もですね、動画の終わりがけにこんな感じで行ってみますよっていうのはね、お見せしますので、もしよろしければ最後まで一緒に雑談を楽しんだ後、ちょっと私の目標といいますか、さっきも言ったようなこういう風にみんなでバーチャルな妄想旅行に出かけてみないかっていうのも一緒に見てくださったら嬉しいです。さてさて、ということで今日は質問、 AI が私に投げかけてくれた100の質問の1つ目、記念すべき1つ目の質問から答えていこうかななんていうふうに思っています。皆さんまだ天狗そばになかなか興味が持てないという方がほとんどかと思われますがぜひですね、全く知らない人間をこれから一から知っていこうというのもね、なかなか面白いアドベンチャーの始まりかとも思いますので、ぜひ私という今日初めて知る人間に興味を持っていただければと思っています。それではですね、一つ目の質問、いきなりなんですけれども、今朝起きて最初にしたことはだそうです。どう？今朝起きて最初にしたことって人に聞くいきなりねえねえ今朝さ起きて最初にしたことって何ってなかなか聞かないですよね。 AI って面白い質問を考えてくれますよね。ありがたい限りでございます。今ねビクッとしちゃったんだけどね、マイクっていうところを見てミュートがちゃんと解除されてるかどうかっていうのを目視したんですけれども、大丈夫でした。びっくりしました。まさかねミュートが解除されていない状態でこんな時間喋っていたのか、もう10分経つんですけれども、一人喋りしてたのかなって思うと、もう虚しい気持ちがこみ上げてきましたので、大丈夫でした。よかったです。まだまだねちょっと機材の使い方が不慣れなものでして、少しずつ慣れながらねやっていきたいなっていうふうに思っています。もしね動画を見ていてなんか変な雑音入ってるなとか、私もね見返しますけれども、
おかしいなって思うことがあったら、ぜひコメント欄で教えていただけますととっても助かります。さて、話は戻りまして、今朝起きて最初にしたこと、ズバリ天そばが朝起きて最初にしたことはメガネをかけるだと思いますね。っていうかね、最近メガネがあまりにも汚くてですね、こんな話ここでして申し訳ないような気もするんですけれども、メガネが大変汚くてですね、今朝パジャマで拭きましたね。多分それかけるのちょっと前かもしれない。かけようかなってした時には汚ってなってパジャマで拭いた。多分ね、これがね、今日朝起きて最初にしたことなんじゃないかなっていうふうに思います。これね、天狗そば大きな黒縁メガネかけておりますけれども、すごく目が悪いんですよ。皆さんの中にも目が悪い方結構いらっしゃるんじゃないでしょうか。YouTube の見過ぎじゃないなんてね。いや、YouTube 見るもうずっと前から悪いんですよってそういう話なんですけれども、私が目が最初に悪くなったのはですね、小学校おそらく4年生ぐらいだったんじゃないかなって記憶してます。結構小さい時から目悪いんだねって言われるんですけれども、別にね、こう遺伝的なものだったりとか、そういう仕方のない理由ではなかったんじゃないかなっていうふうに思います。じゃあどうして目そんなに悪いのって、聞かれるんですけれども、目が悪くなる大きな2つの要因ってね、お子さん、小さい子供の場合なんですけれども、本の読みすぎかゲームのしすぎ、この2つだと思いませんか？どうでしょうか？皆さんはどちらに当てはまりますかね？もっとある？私ゲームのしすぎか本の読みすぎかのどっちかだと思うんだけど、他に理由ってありますかね？遺伝的なものをちょっと抜いてですよ。私の場合はですね、実は本の読みすぎ、これなんですけれども、これを言ってしまうと、なんだかね、小さい時からすごくこう勉強家というか真面目な、なんか資料深いと言いますかなんでしょうね、そういうなんか子供だったんじゃないかなっていう風にイメージされてしまうんですけれども、そんなことは全然って、これね、ちゃんと首動いてますか？大丈夫ですか？全然ないんですけれども、ちょっと遅いですね、動きがね。そういうことはね、全くなくてですね、なぜじゃあ本をそんなに目が悪くなるまで読んでいたのかって、今はね、正直言います。全く本を読んでません。月に何冊ですか、年間に何冊ですかっていうふうにいう話はね、よくあると思うんですけどもね、社会人の皆さん、すいません、私はもう年間0冊っていうくらい本読んでないかな。漫画だったら読むことあるんですけども、本はちょっと読んでないですねっていう感じでおりますね。なのに小さい頃は目が悪くなってしまうほど本を読んでいたんだねっていうことなんですけれども、そうなんです。実は、ギリシャ神話、ギリシャ神話大全っていうのがうちにありまして、もうね、びっくりするぐらい分厚いんですよ。どのぐらい分厚いかっていうと、ティッシュ箱よりも分厚いぐらいなんですけれども、そういうね、なんかね、もう開くときにミシ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 っていうもうなんていうんですか、製本した時の背拍子のところがなんか木でできてて、それがこう、きしむ音がするみたいなね、なんかそういう分厚さだった気がするんですけれども、そういうものをね、読んでいたと。でね、なぜそんなものをね、読んでいたのかっていう話なんですけれども、私もね、別にね、実は読みたくもなかったんですけれども、もともと読むことになってしまったという感じでした。すごいですね。子供っていうのはね、癖がつくとね、本当にね、読んでしまうんですね。それがね、何十冊もあったんですけれども、ほとんど全部読んだ記憶があります。えーと、まあ、もともとはといえば、普通にテレビがありますよね。どのお家でも。私の時代だったらおそらくそうかなと思います。スマホが、スマホすいません。スマホって言いそうになっちゃったんですけど、スマホがね、ない時代だったので、私が小さい時っていうのは。大体ね、子供だったらテレビ
見てた、あるいはテレビゲームしてたっていう感じだったんですけれども、私姉と弟がおりまして、姉と弟がすごくこうゲームで盛り上がって、テレビゲームで盛り上がっていたんですよ。任天堂64とか XBOX とか、大体ねゲーム言うと世代が分かるというか、年代が大体こう分かれてくると思うんですけれども、あ、その世代かって感じだと思うんですけども、私の弟と姉がもうずっとそれをねやっていて、で一応ね、なんていうんですか、コントローラーはちゃんと3人が遊べるように3つあったんですけれども、大体のゲームって2人プレイに設定することになりますよね。あるいは3人とコンピューター1人みたいな感じで4人でみたいな感じだと思うんですけれども、私の姉と弟がハマっていたのが結構2人でプレイするものばかりだったんですよね。なので、私はね入れなかったっていうただ見てただけっていう人だったんですよね。バンジョーとカズーイとかね、すごく見てましたよ。見てるだけね、プレイはしてないんですけれども、ずーっと横で見てたんですよね。それで見かねた母が、ちょっとね、一人仲間外れにされちゃってるんじゃないかみたいな感じで、つまらないだろうみたいな感じで、もともとは、ちょっと本を読んでみないかみたいな感じで、何かね、こう、絵本みたいな、あの絵本っていうのかな、児童書っていうのかな、皆さんもねご存知と思いますけれども、解決ぞろりシリーズだったり、わかったさんシリーズ、困ったさんシリーズとかね、お化けのっていう、なんかすごいね丸いちっちゃい可愛いふわふわのお化けが出てくるっていう白い、ご存知な方はいらっしゃると思うんですけれども、ちょっとごめんなさい、記憶が定かではないのであまり言わない方がいいかな。そういうね、ありますよね、あれぐらいのサイズの児童書って。あれをねすごいたくさん読んでたんですけれども、あれってやっぱり文字数だったりとかも結構少ないですし、絵も多いので一冊がね結構すぐに読み終わってしまうということで、あんまりね、なんて言うんでしょう、こう長続きしないなっていうことになって、それでたまたま何か母がこう誰かからもらったものだったのかな、何かこう出産祝いみたいな感じだったんでしょうか。なんか将来子供に読ませてねみたいな感じで、こうね、教育熱心なママ友みたいなのがいたのかもしれないんですけれども、その教材みたいな感じでね、プレゼントされていたギリシャ神話大全っていうものをちょっと読んでみたらどうかみたいな感じで勧めてもらったんですね。それで不思議なんですけれども、私としてはそれ楽しいとは思ってなかったんですよね。特に内容がすごく楽しいだったら解決ぞろりとかの方がずっと楽しいんですけど、でもねやっぱりね、その独特のボリューミーなお話ってそれなりに手応えがあるというか、ちょっとこうなんていうか、なかなか前に進めない感じが、それはそれで面白いみたいな感じで、淡々と読んでいたという感じになります。でやっぱり一度ねハマり出すと、子供、まあ大人もそうかもしれないんですけども、子供の場合っていうのは本当にのめり込みますからね。それこそ学校に行く前で、帰ってきてからすぐで、夜ご飯になって食べて、でそれからまたすぐ読む、で寝る前まで読んでるみたいな感じになって、着々と目が悪くなっていってしまったというお話なんですよね。まあ、それからもうメガネの歴史が始まりまして、皆さんもね、メガネの方、まあ、コンタクトレンズの方もお家ではメガネかけていると思いますから、寝る前とかね、メガネのね、やっぱりメガネはお友達っていうかね、いつもこう花見離さず、こう家の中では一緒にいる存在だと思うんですよね。なのでこう朝起きてる時にパッて目覚めて、こう頭の周りをこうさわ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 やって、手探りそんなに目が悪くない方はふって見ればメガネが見えると思うんですけど、メガネのフレームって細いので、すごい派手な色じゃない限り裸眼だとなかなか探せないんですよね。なのでこう手をこうサワサワサワってしてカチャンって音がしたら、あ、メガネだっていう感じでメガネを取ってかける。これが私の朝の一番最初にすること、ほとんど毎日そうじゃないかなっていうふうに思いますね。はい。
という感じで質問に答えることができましたでしょうか。メガネね。メガネか、長い付き合いだな。ちなみに私がコンタクトレンズにしたのは中学校2年生の時なんですよね。中学校1年生の時はですね、なんかそんなに部活頑張らなくていいから勉強の方頑張りなさいねっていうタイプの中学校にいたんですよ。だから部活の時間もものすごく短くてですね、すごい申し訳程度にやっていたので、メガネのままやってたんですね。ちなみにバスケ部に入っておりました。でも中学校2年生になった時に転校しまして、勉強ばっかりじゃダメだよと、文武両道、勉強ばっかりしてる人なんかダメ、もうスポーツもなんかこう奉仕活動っていうんですか、そういうのも本当にどれも平等にやらなきゃダメですよっていう結構厳しめの中学校にこう転入しちゃったんですよね。なので楽しかったんですけれども、メガネなんてかけてるやつなんかもう運動部なんて論外だよみたいなことをですね、顧問の先生に言われて、すぐにもうコンタクトレンズに変えるように私からも親御さんに連絡しますからっていうふうに言われまして、もうその日のうちにもう入学して部活どれにしますかってこう見に行ってね、いろんな部活をこう見学をして、それでもうじゃあバレーボール部だったんですけれども、バレーボールにしますって言った時点でコンタクトレンズにしてきてください、危ないからっていう風に言われて、もうその日のうちにコンタクトレンズを買いに行った記憶がありますね。その日からはコンタクトほとんどつけている状態、メガネは朝ともう夜寝る前だけっていう感じだったんですけれども、結構ねコンタクトっていうのもドライアイになるんですよね。私はね結構ドライアイがひどくて、パソコン画面見るっていうので日中結構そういう時間が多いですので、目がねもうシパ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 してしまって、こう目がこうなんていうの開けられないような、こう瞬きをしてもですね涙が追いつかないみたいな感じの状態になってしまって、眼科さんに行った時にちょっともうドライアイがかなり進んでいる状態なので、これはもう一度裸眼っていうかコンタクトを取ってもらって眼鏡にしてもらってしばらく過ごしてもらった方がいいかなっていうふうに言われて、眼鏡にしました。眼鏡っ子。もうねそうですね、20何歳ぐらいかな、26ぐらいからかな、メガネっ子。一応はごめんなさい、テングスオーバー25歳の設定なんですけれども、25歳というか125歳の設定で、ね、だから白髪でしょ。異世界に蕎麦屋さん開いてる設定なので、125歳なので全然26歳なんてかなり前の話なんですけれども、一応言っておきますね。ちょっと設定の話はおいおい。今はね雑談タイムですから、雑談の時はねどんどん自分を出してね楽しんでいきましょうというのがコンセプトなので、皆さんも一緒に楽しんでいただければと思います。そうですね、26歳ぐらいまでは本当に日中コンタクトレンズずっとはめてる。だからどうだろう、中学校1年生って何歳ぐらいですかに。中学校2年生か13歳とかかな。で26歳なんでちょうど13年間は、コンタクト生活お金かかっただろうな。お母さんありがとうございますって感じなんですけれども、2ウィークみたいなのを洗って使ってる時もあれば、ワンデーみたいなのをね使って毎日取り外してってやってる時もありました。はい、長い歴史に幕を閉じて26歳の頃からはもうメガネをかけているという感じですね。最近になってはですね、もうメガネは結構お友達というか、メガネがない生活なんて考えられないと言いますか、コンタクトレンズに戻りたいかというと全然戻りたくないですね。もうねメガネがね顔の一部になっていまして、メガネを取ると逆に変な感じなんですよね。メイクをする時なんかも、メガネを取ってこう鏡に近づいて、思いっきり近づいてアイライナー引いたり、アイライナーじゃないごめんアイラインを引いたり、アイライナーでアイラインを引いたりってことですよ。すいませんするんですけれども、なんか自分の顔がなんかいつもの自分じゃないみたいな、なんか不思議な感じですね。なんかやっぱりちょっとこう本当にメガネなしでは私の顔は考えられないなって
なるくらいになってはきました。やっぱりね、ある程度かけているとそういう風になっていくんでしょうか。なんていう話をしてみましたね。ちなみに2番目にすることはやっぱりカーテンを開けるでしょうか。皆さんの場合はどうでしょう。朝起きてメガネをかけて、メガネない方はメガネかけないんですけれども、次は何しますかね。私は布団を畳むかもしれません。カーテン開けるのあんまり好きじゃないんですよね。ネクラなのであんまりね、どうでしょう。カーテンをパーンって開けて、今日もいい天気。そして窓も開けて、小鳥のさえずりを聞いてみたいなことは意外としないですね。窓を開けないですね。空気も入れ替えないですね。カーテン開けるのあんまり好きじゃないんですよね。こう光が急にパーンって入ってくるのが。こう徐々に鳴らすみたいな感じで、まずは遮光カーテンをちょっと半分3分の1ぐらい開けて、で次3分の2ぐらい開けて、でちょっとずつレースのカーテン開けるかそのまま開けないかっていうくらいな感じが私のやり方です。そうですね。だから2番目にやることといえば布団を畳む、これかな。私はですね、畳のお部屋に布団で寝ている派なんですけれども、私はね、ベッドよりも断然布団派なんですよね。もうまさにこの蕎麦屋の背景から皆さんが連想していただけるような、畳の6畳のお部屋に布団を敷いて寝ているっていう感じなんですけれども、それを畳んで押し入れに入れてというところまで。ただね、なんとなくこう、寝たんだけれども、なんかね、完全にこう疲れが取れてないんじゃないかなみたいな日はそのまま置いておきます。というのも昼間にちょっと仮眠といいますか昼寝を、する時のためにですね、ちょっと置いておく時もあります。そういう場合は掛け布団だけ畳んで、で、置いておいて、仮眠が終わった時にきれいに全部畳んで押し入れっていう感じですかね。それで寝る間際になってまた取り出してきて敷いてという感じにしております。やっぱりね、お布団はね、ずっと敷いておくとですね、気分的なものもそうなんですけれども、なんとなくね、布団の下の部分がジメジメしてくるというか、布団のね一番下に皆さんどんなものを敷いておられるでしょうか。私はですね、なんかこう布団用クッション、布団用のなんかマットレスみたいな薄いやつを敷いてるんですけれども、こう三つ折りになるような、皆さんも持ってるかな。それがね結構スポンジ状なので水分を吸うのかわからないんですけども、だんだんカビてくるんですよね。でまたこうベランダに干してってやってくると、カビが収まって、でまたしばらく敷いてるとっていう風になってしまうので、まあね、望ましいのは毎日外に干すっていうのが望ましい気がします。っていう感じでね、あんまりジメジメしないように、できるだけそのクッションの部分を干して、後の部分は、畳んで、三つ折りですね、畳んで、押し入れの中に入れて、それで一日が始まるっていう感じでしょうか。これが私が、今朝起きて最初にしたことであり、ほとんど毎日の朝していることでありました。そこからはまあ天気を見て洗濯物を干すか決めたりね、お湯を沸かしてお白湯を飲んでみたり、そば湯は朝一ではちょっと飲まないんですけれどもさすがに朝一からそば茹でるってことはないんですが、さすがにね、そば屋さんでもね、お白湯はね、飲もうとしております。体にいいみたいなんでね。さあさあ、そういうわけで、こんなテーマで最初の雑談お話しさせていただきました。それで、ちょっと冒頭でも話しましたが、せっかくなので、今から私たちがこれから繰り広げるであろう、妄想旅行、イマジナリートリップの方をですね、ちょっと見てみたいというふうに思っているんですけれども、これどうやって操作するんだろう。難しいな。今からね、この蕎麦屋さんの背景を Google マップに変えていきますよ。どうやって変えるかと言いますと、まず、一回蕎麦屋さんやめて、
ごめんなさいね。あれこうなのかな。はいはい。で、あ、これで合ってるのかな。あ、これで合ってますね。うん。できそうできそう。だんだんね、操作も慣れてまいりました。はい。どうですか皆さんの方では Google マップ見えておりますでしょうか。今、大阪が中心に来ている感じなんですけれども、神戸、姫路みたいな感じで動いています。ちょっとね、動き方があまりスムーズではないかもしれないんですけれども、ちょっと今大阪見てみます。おっと、なんかすごい、ごめんなさい。こっちですね。ちょっと変な動きするかな。大丈夫かな。お、なんかすごいな。ちょっとどっかに行ってみましょうか。ポン。ちょっと全くランダムに降りてみたんですけれども、こんなところに来てみました。どうでしょうか。動きはスムーズでしょうか。こんな感じでちょっとね、今後ね、あのー皆さんと一緒に行きたい街に行って、あら、こんなところに美味しそうなパティスリーがあるじゃないのとかね、こんなところにライバル店のそばがあるじゃないのとかね、そば屋があるじゃないのとかね、なんかそんな話をしながらですね、ゆったりと、街歩きっていうんでしょうか、してみたいと思います。あ、今はですね、三重県の名張市で合ってるのかな。伊賀地方に位置する伊賀地方。伊賀って確か忍者の伊賀じゃないでしょうか。合ってるかな。忍者違うね。あ、公園かなとかね。あ、学校か。学校の校庭ですね。なんかね、こういうとこ、あ、なんかおしゃれな、これはカフェでしょうか。カフェかな。何かこう、お店があります。三つ輪屋とかね。なんかね、皆さんと一緒にもしこの県のこの市、この町を旅するんだったらこういうルートでこういう遊び方をしたいんじゃないかなみたいなのを一緒にね、こうプランを立てながら、街歩きをしてみましょうみたいな感じで、こう Google ビューで街歩きをすることもあれば、単純にこう上からね、俯瞰してここ行きたいねなんていう話。あ、大阪城いいですね。大阪城みんなで行こうかとかね。でその場合は、この森の宮駅に集合とか、じゃあ今日のお昼はここで食べようかとか、なんかそんな感じでこう皆さんと妄想でこう旅行をね全国していきたいななんていうふうに思っています。もしかしたら海外なんかもね行くかもしれませんよ。なんかね、そんな感じでね、ちょっと私のチャンネルは展開していきたいなっていうふうに思っていますし、もちろん今回みたいにほとんど雑談みたいな回もあると思うんですけれども、そうですね、だいたい今日だったら30分雑談みたいな感じだったんですが、マップで移動しながら雑談っていうこともありえますし、最初にがっつり雑談をして、その後は、がっつり妄想旅行っていうのも楽しいかななんていうふうに思っています。私がね、最初の記念すべき妄想旅行先としてね、ちょっとね、希望しているのが、実は、香川県の高松市なんですけれども、皆さんいかがでしょうか。私と一緒に高松に旅行に行ってくれませんでしょうか。ちょっと待って、ここは讃岐市だね。この辺、あ、ここだね。はい。ちょっとね、動きがゆったりになりますけれども、ささささっとね、いう旅ではないんですけれども、ゆっくりゆっくりと、私のこのあまりスペックの高くないパソコンでも、きちんと旅に行けますようにということで、皆さんと旅行ができたら楽しいだろうなというふうに思いますよ。面白そうなんですよ。高松っていうのはね、フェリーでこう、神戸の方からフェリーでおそらく着くんですけれども、いろんなね、海辺の方にですね、こう工場をリノベーションした、カフェであったりとか、いろいろなこう
家具インテリアのお店があったりですとか、もちろんうどんも皆さんと一緒に食べてみたいななんていうふうに思いますし、そして日本一長いアーケードを誇るここにね、中央商店街っていうのもありますし、私がね皆さんと一緒に行ってみたいちょっとね、八島っていう場所もあるんですよね。なんて感じで盛りだくさんなので、もしよろしければ私と一緒に、高松旅行行ってみませんでしょうか。いかがでしょうか。ということでですね、はい、戻ってきました。これで合ってるかな。ちょっと待ってね。じゃあ、蕎麦屋さんにもう一回だけ戻りますね。これもね、私も練習しないといけないからね、いろいろね。はい、戻ってきました。なんか落ち着きますね、この背景ね。はい、というわけでですね、次回からぜひ皆さんと妄想トリップ出ていけたら嬉しいなっていうふうに思っております。そして次回もですね、またK-POP アイドルばりに質問に100の質問に答えていけたらいいななんていうふうに思っておりますので、その100のね質問が終わるまでにはですね、皆さんと一緒に楽しく雑談したりライブしたりなんていうことがねできたらね楽しいだろうななんていうふうに夢見ております。それではですね、そろそろ今回は、雑談収録終わろうというふうに思っておりますが、皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。楽しかったですかね。こんなこと喋ってほしいとかね、こんな風に時間を一緒に過ごしたいなんていうことがありましたら、ぜひいつでもコメント欄に書いてみてください。楽しみにしております。それではですね、今回はこの辺でお時間どうもありがとうございました。またね。バイバイ。